こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はね、紅生姜、自家製の紅生姜を作りたいと思います。梅干しをつけたら、こういうね、しそ梅酢がちょっとできましたよ。梅酢がしそ入れた方としそ入れない方の2つできました。入っている梅酢で今日は自家製の添加物の入っていない体にいい紅生姜を作りたいと思います。はい、材料ですけど、紅生姜、新生姜を買ってきましたよ。 226g ですって。これは 300g ほどあります。320ほどあります。でこれをね、ちょっと皮をちょっとうっすら剥いて、この硬いところを取り除いてですね、していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあこれを切りやすいようにね、ちょっとこの曲がっているところをちょっと折っていきたいと思います。これは何？これは半分にしますか。半分にする。ね。皮むきやすいようにします。小さくこのように切りました。これを整理していきたいと思いますよ。こういうところを取っていきましょう。汚れているところでこれスプーンでしましょうか。スプーンだとよく抜けるね。薄皮のところを取っていきます。はい、洗いました。洗ってね、皮もちょっときれいにしましたよ。はい、これをね、今度は塩漬けしたいんですけど、これちょっと塩漬けするんだけど、ちょっと大きいのをちょっと半分くらいにします。はい、これくらいでいいかな。そしたら今回はね、袋、ジップロックを使いたいと思います。ジップロックに洗ったね。はい、入れましたよ。これに塩を加えます。500g にね、25g の塩を入れていきます。これ大さじ1杯と小さじが2杯ですね。大さじ1杯と15、小さじが2杯でこれぐらい等にして、はい、これを混ぜますね。全体的に生姜に混ぜますよ。
空気を抜いて一晩ね同量の重しをして置いときます。一晩。そしてはい、こうして一晩置きます。ちょっと待ってくださいよ。置きますからね。はい、今日はね新生姜を塩漬けにしてね紅生姜をしようと思って準備してました。これはね塩につけて、9時間ほど経ちました。でも水も出てきたのでちょっと開けましょう。そしたら水がこんなに出ています。そしたらこの新生姜をねちょっとしばらく置いて乾燥させます。また乾くまでちょっとお待ちください。生姜をね塩漬けにしてでちょっと1時間ぐらい干しましたね。そして拭きました。本当はね3時間ぐらいねちょっと乾かしたらいいんですけど、今日はもう時間がないので1時間で干して、そしてこれ拭きました。そしてまたジップロックにこれを入れますね。入れますよ。じゃあ梅漬けをつける時にできたしそ酢梅酢をちょっとね入れましょう。どれくらいかな。150cc。150cc ではもうちょっと足りないので、今度はしそじゃない方のしそ入れないでつけた梅酢。こちらも 150cc。 今度はこのただの梅酢入れました。150、150、300。そしてこれは梅干しを干す時に一緒に干してた、まだちゃんと乾燥してないんですけど、これをねちょっと持ってきましたよ。これを入れときましょう。しそはなかったらね入れなくてもいいんだけどね、たまたまね梅と一緒に干してあったので入れときます。これをね空気に触れるとほらカビ生えたりしたら困るので、空気を抜いていきます。バッチリ浸かるね。はい、これでね1週間置きますよ。はい、今日はね紅生姜作ってました。自家製紅生姜です。しそ入れた梅酢の方がねちょっと量が少なかったので、しそ入れない梅酢を半分足して150、150で300使いましたよ。はい、そして梅干しつけた時のしそも一緒に入れました。じゃあ1週間後とても楽しみ。はい、添加物が何も含まれてないのでねとても健康にいい。これはいいですね。半年以上は持つと思います。はい、今日は自家製の、紅生姜作ってみました。はい、今日も見てくださってありがとうございます。できましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは1週間後です。はい、ありがとうございます。